そう。曹操さんは近くの出城に移ったんだね。はい、そちらに手持ちの戦力を集中させているようです。よかった。さすが曹操さん。これで町に住んでる人は籠城戦に巻き込まれずに済むね。あの曹操がそこまで考えているのかどうか。単に少ない戦力を有効に使えるよう場所を変えただけではないでしょうか。もうアイシャちゃん、曹操さんのこと悪く言い過ぎだよ。そうでしょうか。けど朱莉ちゃん、本当に曹操さんと戦わなくちゃいけないの？曹操さんはこちらを攻めるとすでに予告していますから、現状曹操さんに万全の状態で攻め込まれては、私たちの戦力では一部の勝ち目もありません。それに向こうから隙を見せたら噛みついてこいと言われているのです。その相手がわざわざ首筋を見せてくれているのですから、ここは誘いに乗ってやるべきかと。それって罠じゃないのか？少なくとも主力の将が全て城を開けているのは間違いない。向こうも相応の危険を承知で仕掛けているのだろう。虎の穴に入らなければ虎の子は手に入りません。けれどそこを乗り越えることができれば得られるものはとても大きいはずです。呂布、お主も良いな。劉備殿、あなたが天下を取った暁には蓮殿との約束も守っていただけるのでしょうな。戦で飼い主のいなくなった動物の国を作るんだよね。でも森に近い城を一つ欲しいって、本当にそれだけでいいの？あとご飯。そのくらいの食料を買うお金なら呂布さんにお支払いする給金でどうにでもなるはずですよ。ならばネネたちもこの戦に力を貸すのです。ご苦労様。ならすぐに陣を展開させましょう。向こうはすでにお待ちかねよ。そうかしら。最初から守りに入るようでは覇者の振る舞いとは言えないでしょう。そんな弱気な手を打ってはこれから戦う敵全てに見くびられることになる。だからこそよ、ここで勝てば我が葬儀の強さを一層天下に示すことができる。こちらを攻めようとしている連中にもいい牽制になるでしょうよ。そのためにはカズトにもその命かけてもらう必要があるわ。頼むわよ。どうしたの？変な顔をして。そうだったかしら。カリン様、出陣の準備終わりました。いつでも城を出ての展開が可能です。さすがケイファ。すべきことがよくわかっているわね。はっ。
各所の指揮はどうなさいますか？全局は私自身が率いるわ。左右はケイファとフーで分担しなさい。カズとは魔王と共に後局で全体を見渡しておきなさい。戦場の全てを俯瞰し、何かあったらすぐに援護を回すこと。それがあなたの仕事よ。先日の反東卓の戦で諸葛亮と関羽の指揮の癖は把握しております。必ずや連中の気をついてみせましょう。ええ、よろしく。勝つのよ。この戦力差で野戦を挑むか。無謀というか、自信過剰と言うべきか。初めから城にこもりたくはないのだろう。振る舞いの潔さだけは見事なものではないか。宗家様、曹操さんが出てきました。そっか。なら、行ってくるね。よく来たわね、劉備。ちゃんと私の寝首をかきに来たところは褒めてあげる。ようやくこの時代の流儀が理解できたようね。曹操さんたちのやり方は間違ってます。何を言うかと思えば、そうやって力で国を侵略して人をたくさん殺して、それで本当の平和が来ると思ってるんですか？本当の平和ねえ。そんな力がものを言う時代は黄巾島のあの時に終わらせるべきだったんです。ならどうしてあなたは反東卓連合に参加したの？あれこそ袁紹たち諸侯が力で東卓をねじ伏せようとしたただの茶番劇だったじゃない。それは都の人たちが困っていたからです。都の民に炊き出しをしたいだけなら別に軍を率いる必要はなかったでしょう。それこそ自分たちだけで都に行けばよかったのよ。けどそれだけじゃ意味がないはずです。もっと根本を何とかしないと。だから私たちは連合に参加して。それこそあなたの嫌いな武力を使ってね。漢は腐り朝廷も力を失っているけれど、無駄なものは常にそこにあるの。それを正し打ち壊すためには名と力が必要なのよ。今あなたが背負っているような強く大きな力と有名がね。私の背中にあるのは力なんかじゃない。志を同じくした仲間です。同じことよ。志を貫くためには力が必要。その力で全ての不条理と戦い打ち壊し、その残ったものからでなければ平和は生まれないわ。違います。ちゃんと話し合えば戦わなくたって理解し合うことはできるんです。ならばあなたはどうして今ここにいる？話し合えば理解し合えるというのなら、あなたがこの地に立つ前にどうして私たちのところには使者が来なかったのかしら。連合の時でも古老館や止水館に使者を送ろうとは言わなかったわよね。私たちが先に攻め入ると言っていたから話す必要はないと見たのでしょ。それは
力とはそういうものよ。相手が拳を持っていれば怖くなって殴り返そうと思ってしまう。殴られるかも、殴られるだろう、そして殴られる前に殴ってしまえとね。だから私は先に拳を示すの。殴って殴って殴り抜いて、下った相手を私は慈しむわ。私に従えばもう殴られることはないと教え込む。そんな無茶苦茶な。そこまでずっと戦い続ける気ですか？そうよ。話し合いで妥協できる程度の理想など理想とは言わない。大方呂布との共闘にしても城の一つもくれればいいとか、あなたの理想の片手間で済ませられる条件だったのでしょ。それは。けれど私の理想はあなたの片手間では済まないわよ。私はどうあれあなたを叩き潰す。あなたの大嫌いな力と兵と命をぶつけて。あなたが正しいと思うなら今こそ私を叩き潰しなさい。その時は私はあなたの前に膝を折ることでしょう。首を取るなりあなたの理想に従わせるなり好きにすればいい。この兵力差で曹操さんは本当に勝てると思ってるんですか？負ける戦はしない主義よ。曹操さん、もしここで降参してくれたらあなたの国はあなたに任せてもいい、そう思ってるんです。だから降参してください。あらあら、平和が一番と言いながら兵力を盾にこちらを恫喝するつもり？そういうわけじゃ。力ずくなのは嫌いじゃないわよ。けれどそんな話は私に膝を折らせてからにしなさい。どうしても戦わないとダメですか？当然でしょう。私が納得しないもの。そうしなければ私は明日にもあなたを裏切って全力であなたの城に攻め入るわよ。それでもいいのならあなたのしたいようになさい。わかりました。戦いたくはないけれど私はあなたを叩き潰します。それで納得してくれるんですね？ええ、知略と力、そして互いの信念を存分にぶつけ合いましょう。もしここで力尽きたとしても私はあなたを一遍たりとも恨みはしないわ。はい。カズト、全軍を展開するわよ。弓兵を最前列に。相手の突撃を迎え撃ちなさい。その後カズトは後局に。第一射が終わったら左右両翼は相手をかくらんなさい。その混乱をついて本体で敵陣を打ち崩すわよ。ギュイ。あなたこそ私の背中は任せたわよ。良い返事ね。聞け、勇敢なる我が将兵よ。この戦、我が葬儀の理想と誇り落とした試練の一戦となる。この壁を越えるためには皆の命を預けてもらうことになるでしょう。私も皆と共に剣を振るおう。視力を尽くし共に勝利を歌おうではないか。敵陣
動き出しました。これより修羅道にいる全ての敵を打ち倒し、その地で勝利を祝いましょう。